キャンドルの基礎知識。ホイップについて。ホイップの度合いによっても用途が変わってきます。滑らかにホイップして型に流したり、固めにホイップしてキャンドルの間にクリームのように挟んだり、いろいろなアレンジができます。スイーツキャンドルや手ごねキャンドルなどで使われる技法です。キャンドルと添加剤の配合によって使用用途が全く異なってきます。制作したいキャンドルに合わせて配合を決めてみましょう。では用途別のホイップについて説明していきたいと思います。ホイップは実は奥が深い技法です。ワックスの配合とどこまでホイップするかによってかなりテクスチャーが変わってきます。様々な配合があるので、ちょっとここで紹介するのとそのテクスチャーを見ながら学んでみてください。その他に4種類ホイップをやっていくんですが、その配合もだいたい同じにして色も同じにつけていきます。パラフィンワックス 200g にステアリン酸が 20g です。水っぽさが残るゆるいホイップを作っていきます。これはちょっと雪解けのそういうちょっと水っぽいテクスチャーのホイップが作りたい時に使う配合です。ステアリン酸を入れるとこういう少し水っぽいシャビシャビのホイップができます。こういうシャビシャビのホイップを作る時はステアリン酸が一番いいです。で、このゆるい液体状のホイップを何に使うかというと、こういうシリコン型に流すお菓子の土台などにする時にとても便利です。こういう細かい型、ボコボコがあったりするこういう型に流す時は本当に便利なので、少しゆるいホイップで流してみてください。ステアリン酸が入っていることによって白っぽいテクスチャーになるので、それもまた可愛くできるのでとてもおすすめです。こんな感じでゆるいまま型に流すととても綺麗にいきます。パラフィンワックスが 100g にバイバーワックスが 2g です。これはバイバーワックスを 2g 入れたワックスです。同じピンク色に色付けしてホイップをしていきます。バイバーワックスを入れると全体的に白っぽくなってふわふわのホイップになります。その場合何に使うかというと、ケーキの周りに塗ったりデコレーションをしたりするのにとっても便利です。白くてすごくふわふわした綺麗なホイップになるのでとても使いやすいです。ただしこれを混ぜるときにホイッパーじゃなくて割り箸で混ぜてしまうと思ったよりふわふわにならなかったりするので、必ずこのホイッパーを使って混ぜるのがポイントです。だんだんふわふわの滑らかなホイップになってきました。ステアリン酸のように水っぽさが出ることはなくて、どちらかというと白くてふわふわの軽いスフレみたいなそういう質感のホイップです。白を入れてないのにかなり白い状態になっています。このような感じのワックスをホイップで作った土台の上に塗っていくとケーキのデコレーションなどが簡単にできます。すごくふわふわしているワックスなんですよね。で、あまりベタベタしていないので手にくっつかないのでデコレーションなどがとてもやりやすいです。こんな感じに周りに塗ったりするのもやりやすいです。バイバーワックスのいいところは手にくっつかないところなので、一回塗ったものを手で整える時もあまり手にくっついてこないのが特徴です。こんな感じでデコレーションなどにとてもよく使う
配合です。蜜ろうが 200g です。これは混ぜずに蜜ろう 100% で 200g です。これが蜜ろう 100% のワックスです。今回は同じピンク色を同じ量だけ 200g のワックスに入れているんですが、これは蜜ろうがもともと黄色い色が少しあるので、ピンクなんですがちょっと黄色っぽいコーラルのような色味になっています。これを混ぜていくと、蜜ろうだけのホイップというのは、口金をつけた絞り袋で絞りやすいワックスになっています。もう少し周りが固まってきてからしっかりホイップしていくと滑らかになるので、もうちょっとホイップしていきたいと思います。どちらかというとすごく粘り気があります。実際に溶かしてやってみてもらうと分かるんですが、ホイッパーが重たい、ネトネトしてちょっと重たい感じがあります。他のワックスとは明らかにテクスチャーが違います。蜜ろうのホイップの特徴で角が立ってくるようになります。混ぜた時にホイッパーの跡がシュッてつくくらいの硬さが目安なんですが、こんな感じですね。角が立つ状態になったら絞り袋に移して絞ることができます。パラフィンワックスが 200g にマイクロワックスが 20g です。ホイップをしていくと先ほどのステアリン酸のように水っぽさは出ません。どちらかというとちょっともったりとした滑らかな感じになっていきます。これはどういう時に使うかというと、手でこねて何かを作ったりする時にマイクロワックスが入っているとまとめやすいのでとっても作りやすいです。なので今回は少しポロポロになるまでホイップをしていきたいと思います。これがマイクロワックスを入れてポロポロになるまでホイップをした状態です。マイクロワックスを入れるとこういうポロポロになる状態にホイップをすることができます。これは何かというと、こういうサランラップに丸めて手で丸めて成形したりすることができます。またドーナツの形やパンの形などにこねて手でこねていろんな形を作る時にも便利です。マイクロワックスが入っているとこのようにまとまって手でこねやすくなるので、手ごねの成形をする場合にマイクロワックスをパラフィンワックスに入れてホイップするっていうのは一番適していると思います。感じです。あとはアイスクリームを作ったりそういうのにも向いていると思います。手ごね全般はマイクロワックスをパラフィンワックスに入れるっていうのがいいと思います。こんな感じのポロポロのホイップになります。こんな感じで今回は4種類のホイップで同じ量のワックスに同じ色を入れてテクスチャーを確かめる実験をしてみました。ホイップのいろいろなテクスチャーは伝わりましたでしょうか。自分の気になる配合でいろいろ試して作ってみてください。何をどのぐらい入れてどのぐらいまでホイップするかによってかなり変わってきます。ぜひ試してみてください。